皆さんこんにちは、よそうです。今回は江戸時代の火消しをモチーフとした新キャラクターまといの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まといは氷結属性の全体デバフキャラクター。氷結属性ですが最も得意とするのは火炎キャラクターのサポートで、燃焼状態の敵に対し高いデバフ能力を発揮し、味方のテクニカルをサポートする性能をしています。まずはまといの実装とともに追加された氷結属性テクニカルの性能を紹介します。まず感電状態の敵に対してスキルのダメージが 2% アップ、燃焼状態の敵に対しては中程度の確率で受ける火炎属性氷結属性のダメージを 5% アップするデバフを付与します。凍結属性の敵に対しては極低確率で凍風状態を付与し、一旦敵の行動を封じます。これ以降追加される氷結属性のキャラクターは氷結属性テクニカルを発動できるキャラクターになると思いますが、現状凍結属性テクニカルを発動できるのはまといのスキル2、スキル3、ハイライトのみになってます。それではまといの各スキルの性能について見ていきましょう。スキル1は敵全体に氷結属性ダメージを与え、敵を凍結状態に、さらに敵の防御力をダウンさせます。そして燃焼状態の敵がいた場合はその燃焼状態を解除し、敵全体に鎮火状態という新たな状態を付与します。鎮火状態は燃焼状態としても扱われ、味方のテクニカルの追加効果をアップさせる能力を持っています。そしてさらに火消しの力というポイントを1層獲得します。火消しの力はスキル3を使う時に消費され、スキル1の他にまといのターン開始時にも1層獲得することができます。スキルには敵単体に氷結属性のダメージを与え、氷結属性テクニカルが発動。この時敵が凍結状態の時に発生することがある凍風状態の発動確率が格段にアップします。デバフは付与できないのであまり使うことがないスキルですが、敵の動きを止めたい時には役に立つかもしれません。そしてスキル3は先ほど説明した火消しの力を2層消費することで発動することができます。敵全体に氷結属性ダメージを与え、氷結属性テクニカルが発動。敵全体の防御力をダウンさせ、さらに敵が燃焼状態の場合は敵の火ダメージを追加で上げることができます。このスキルは火消しの力2層で発動することができますが、火消しの力を4層持っている時4層全てを消費してスキルの火力とデバフ性能がアップします。そしてハイライトでは敵全体に氷結ダメージを与え、敵に火ダメージアップを付与。さらに氷結属性テクニカルが発動するんですが、敵を凍風状態にする際の確率がアップします。そしてさらに敵が凍風状態になった場合は追加で敵に火ダメージアップを付与します。追加効果込みでも敵が凍風状態になる確率は低いですが、大きな火ダメージアップが狙えるスキルです。まといの使い方ですが、スキル1、スキル3を交互に使っていれば OK です。スキル1で火消しの力をためスキル3を発動。敵全体に大量の防御力デバフと火ダメージデバフを与えていきましょう。最初にスキル1を使う際、敵が燃焼状態でなければ追加効果が発動しないので、燃焼を付与できるキャラクターがまといより先に行動すると良いですね。まといのスキル一覧がこちらになってます。まといは火消しの力を1層消費することに敵の火ダメージをアップさせる溺水状態を付与することができます。この効果によりスキル3でさらに火ダメージアップを与えることができます。そしてまといがテクニカルを発動した時、つまりスキル2、スキル3、ハイライトのどれかを使った時、味方全体にシールドを付与する効果。さらにまといが戦闘に参加しているだけで凍結状態の敵が受けるダメージが 27% もアップする効果もついています。敵に大量のデバフを与えながら味方全体の耐久も少しサポートできる優秀なキャラクターですね。まといの武器効果一覧はこちらになってます。星5武器は効果命中を 36% アップ。戦闘中効果命中の 66% だけまとい自身の攻撃力をアップ。さらに氷結属性テクニカルを発動するとき敵の防御力を追加で 23.3% ダウンする効果もついてます。星4武器はまとい自身の効果命中を上げるだけで追加のデバフがないので、星5武器がかなり優秀になってますね。まといのおすすめ刑事カードセットがこちら。今回新たに追加されたトローのカード、そして新年のセットがまとい用のカードです。トローの効果で効果命中を 30% アップさせ、新年の効果でテクニカルによるデバフを受けている敵の火ダメージを 10% 上げることができます。おすすめステータスですが、まといは自身の効果命中の量だけ敵に与えるデバフの量がアップします。上限は約 170% なので、戦闘中刑事カードの効果で上がる 30% を除いた 140% までを目安に上げてあげましょう。なのでおすすめメインステータスは月が攻撃力かダメージボーナス、星が効果命中、竜が攻撃力になってます。とにかく効果命中最優先で、残ったステータスは攻撃力やダメージボーナスに振ってあげましょう。まといの凸効果一覧はこちらになってます。最近のキャラクターの中では凸効果は控えめな性能です。
1つ目はスキル1を使用した時火消しの力を追加で1層獲得するので、常に4層溜まった状態でスキル3を使うことができます。さらに火消しの力を消費した時敵が受けるクリティカルダメージが 30% アップします。2つ目は火消しの力を消費した時味方全員の攻撃力を 20% アップ、防御力 30% アップ、余ダメージ 15% アップと火力と耐久力を大きく上げてくれますね。4つ目ではハイライトによるデバフを一旦延長し東風の付与確率が 40% アップ。6つ目ではまといのターン開始時燃焼状態の敵がいるとスキル1が自動で発動するようになります。これによりまといはスキル3に必要な火消しの力を毎ターン自動で3層獲得できることになるため、スキル1、スキル3、スキル3というループで敵にデバフを与えることができるようになります。先ほども言ったように凸効果は最近のキャラクターにしては少し控えめで、キャラクターを2体引くよりも星5武器を優先した方が良いキャラクターです。それではまといのおすすめパーティー編成について紹介していきます。まといのデバフ性能をフルで発揮するためには燃焼を付与できるキャラクターが必要です。最もおすすめなのはやはりハウラー。ハウラーはほぼ確実に敵電隊に燃焼を付与することができます。同じ理由でキーもおすすめです。またルフェルをヒーラーとして採用するのもいいですね。ルフェルは戦闘開始時 HP が一番高い敵に自動で燃焼を付与することができるため、まといの燃焼条件を簡単に満たすことができます。残った枠はアタッカーを編成してあげましょう。最もおすすめなのは火炎アタッカーである春節輪とパンサー、さらに氷結アタッカーであるフォックスもおすすめです。相手の火力が高い場合はホーラーやキーの枠をヒーラーにしてあげましょう。その場合はワンダーが燃焼の付与役になることが多いです。燃焼付与役は様々なキャラクターがいますが、ラミアは敵に燃焼を付与した際味方全体の攻撃力を 12% アップする効果を持っているので特におすすめです。それでは最後にまといの強み弱みを紹介していきましょう。まといの強みは何といってもその高いデバフ能力、敵全体に大量の火ダメージアップを与えることで味方の火力を大きくサポートします。また耐久も少しサポートできる点が非常に優秀で、最低限の回復力で問題ないランキングマッチなどでは高い性能を発揮するキャラクターです。まといの弱みはまず燃焼を付与するキャラクターが必ず必要な点。ハウラーやキーを利用するかワンダーに燃焼を付与させるか、選択肢は豊富ですがパーティーを選ぶ性能になってます。そして同じ火炎属性のサポーターとしてハウラーがすでに存在している点です。ハウラーとまといを比較するとデバフ量が多くシールドも付与できるまといの方が優秀です。ただハウラーは工場キャラクターで凸も進めやすいため、ハウラーの凸が増えてくるとハウラーの方が優秀になってきます。もちろん2キャラを同時に編成する場合も多いですが、性能が被っているハウラーの存在はまといの弱みですね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。 P5X 久しぶりの新キャラクター、最近のキャラクターの中では控えめな性能ですね。強力なキャラクターであるのは間違いないのですが、似たような性能のハウラーの存在、そして次に実装される明智がおそらく強力な万能アタッカーであることを見ると、ガチャを引く優先度は少し低めと言えるでしょう。ただ耐久とデバフを両立できる性能はランキングバトルで大活躍すると思うので、ランキングバトルをやり込む方には非常におすすめな性能になってます。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。